こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は2024年11月前半に新たにゲームパスに追加されるタイトルと11月15日をもって外れるタイトルをご紹介します。気になるタイトルをぜひチェックしてみてね。メタルスラッグタクティクス11月5日発売日初日からゲームパスに対応します。1996年にゲームセンターなどに登場し人気を博したアクションシューティングの名作メタルスラッグがシミュレーション RPG になった最新作です。メタスラシリーズでおなじみのラン&ガンアクションに戦略性がプラスされた新たな世界観を楽しむことができる作品となっています。バトルシステムはマス目を移動して敵を倒していくオーソドックスな単性の戦闘となっていて、戦車を操縦して広範囲の敵をまとめて攻撃できたり、メタスラらしい世界観で作られています。本作には能力の異なる9人のキャラクターが存在し、20種類のミッションに110種のマップ、そして36種類の武器や176種の装備が用意されていて、経験値を貯めて新たな武器やスキルをアップグレードすることも可能とのことです。シミュレーション RPG はクラウドゲーミングとの相性がすごくいいので、手元でのプレイにも適していておすすめです。なお、ゲームパスには対応していませんが、Xbox では本家メタスラシリーズも多数発売していますので、気になる方は本家の方もぜひ。ヘビーマシンガンロートシミュレーターリマスタード11月7日発売日初日からゲームパスに対応します。10年前、2014年にリリースされたゴートシミュレーターにグラフィックスやライティング、アニメーションなど様々な面で最新のテクノロジーを駆使して一新し、新要素も加えたリマスター版です。これまでに配信された全ての DLC を収録。さらにオリジナル版にあった多くのバグもそのまま残して復活するとのことです。公式が求める声も上がっていないのにリマスターしたとまで公言してしまっている。どこまでもバカゲーな本作でヤギが再び帰ってくるぞ。なんだかんだでどれだけ綺麗になっているか楽しみにしています。マイクロソフトフライトシミュレーター2024 11月20日発売日初日からゲームパスに対応します。Xbox ファーストタイトルですね。マイクロソフトのクラウドサーバーを介して地球を丸ごと再現しているフライトシミュゲームの最新作です。本物の地球全体が今作のマップとなっているため、言葉の通り本当に地球のどこへでも行くことができます。前作2020から進化したポイントとしては、映像面の強化にロード時間の改善、さらに前作ではインストールに必要な容量が約 180GB と非常に巨大でしたが、最新作では主要データがサーバー側の方に存在し、プレイヤーの必要なデータのみサーバーから持ってくるというシステムとなったため、基本となる必要容量が約 30GB と大幅に縮小されたとのことです。この他にもヘリコプターを使った山岳救助やプロペラ機を利用したエアレース、スカイダイビングやグライダーなどが追加されていて、前作よりもゲーム性の強いバリエーション豊かな遊びを楽しめるようになっています。また、ゴートシミュレーター3 Xbox One エディションが10月31日から新たにゲームパスに追加されています。ヤギになってオープンワールドを大暴れするアクションゲームの2作目となる3です。様々なゲームや映画などのパロディネタが満載のめちゃくちゃなヤギ体験を楽しむことができる作品となっています。昨年12月にシリーズ X、S 版がゲームパスに対応しましたが、今回新たに新発売された Xbox One 版もゲームパスに追加されました。メタ発言連発で終始おふざけに徹した作りとなっていますし、某対策ゲームそのままなオープニングは必見ですよ。なお、今作はシリーズ X、S 版とは別実績となっています。ヤギが帰ってくるぞ。さらに、スタークラフトリマスタードとスタークラフト2キャンペーンコレクションの2作が11月5日から PC ゲームパスに対応します。もともとは1998年と2010年にリリースされた25世紀の星々を舞台に壮大な戦争を繰り広げていく RTS ゲームとなっています。また、ゲーム業界に多大な影響を与えたリアルタイムストラテジー作品とも呼ばれているタイトルです。本作はディアブロシリーズやオーバーウォッチなどでおなじみのブリザードが手掛ける Xbox ファーストタイトルとなっています。
さらに株坊主が銀行を襲撃する株坊主シリーズの第2弾、ターニップボーイラブザーバンクと、ピンボールのように転がりまくって敵を撃つローグライク要素を持つアクションシューティングゲームのゴーメカボール。彫刻や模型制作など手作業で制作されたビジュアルが特徴的なアドベンチャーゲームのハロルド・ハリバット。そして傑作アクションアドベンチャーゲームザ・リワインダー読みからの旅人の4作品が新たに11月6日からゲームパススタンダードに追加されます。特にザ・リワインダーについては私の2024年上半期のゲームパス最高傑作ベスト10の動画で2位の作品として詳しくご紹介していますが、ストーリーがものすごくよくできているので未プレイの方にはぜひ触ってみてほしいです。ここからは11月15日をもってゲームパスから外れるタイトルをご紹介します。今回はかなりおすすめな名作がたくさんあります。ダンジョンズ4、追加から1年で終了となります。絶対悪ことダークロードとなってダンジョンから地上世界を征服するリアルタイムストラテジーゲーム。様々な種族のクリーチャーを雇用して世界征服を成し遂げるのが目的となっています。パロディネタ満載なのも今作の特徴ですね。粉砕、玉砕、大喝采。龍が如くセブン外伝、名を消した男。こちらも同じく追加から1年で終了となります。短期間で制作されたコンパクトなボリュームの作品ながら、しっかりとした完成度を誇る名作です。外伝で済ませていいような内容ではない、シリーズファンなら絶対に感動できる素晴らしい一本だと感じました。ただし、あくまで過去作ありきなストーリーとなっていて、いわば過去作を楽しんできた方向けの作りなので、シリーズ未経験だと感動は薄れてしまう作品でもあります。正直、私個人的には、8本編よりも7外伝の方がストーリーはずっと良かったと感じるぐらい、7外伝は素晴らしかったです。ただ本当に過去作をしっかりと遊んでいれば遊んでいるほど感動がより大きくなるような作りなので、過去作未プレイでいきなり7外伝から遊ぶのはあまり推奨しません。ちなみに手こずるポイントはワンショットチャレンジとジャスティス10ぐらいで実績コンプしやすいですよ。私のプレイでコンプまで24時間でした。さらに、龍が如く維新極みも終了となります。こちらはリメイクというよりはリマスターのような作りで、全体的なクオリティや快適さは近年のシリーズと比べるとやや劣る作りとなっています。ただ、幕末の京都が舞台と他のシリーズでは味わえない世界設定で楽しめる作品でもあるので、気になる方は終了前に触ってみてください。私のプレイでクリアまで24時間でした。サマービル。追加から2年で終了となります。リンボやインサイドの開発者が手掛けている終末的な世界観を舞台に離れ離れになった家族を救うアクションゲームです。最初から最後までゲーム中にはセリフは一切なく、基本的にはパズルを解くのがメインとなっていて、特殊な能力を使って行く手を阻む黒い物体を消したり固めたりしながら先へと進めていきます。動作はもったりしていて、パズルもヒントが分かりづらい時があり、人を選ぶ作品と感じましたが、視覚的なインパクトと芸術性は見事な作品でもあります。私のプレイで実績コンプまで4時間でした。ダイシーダンジョンズ、追加から3年で終了となります。個人的に今回外れるタイトルの中で最もおすすめの傑作ローグライク RPG です。デッキ構築システムのあるローグライクにサイコロの出目によるランダム性を足した作品となっていて、比較的シンプルな作りでありつつ、運と戦略性の要素をうまく組み合わせていて、非常に中毒性の高いタイトルです。ワンプレイクリアまで長すぎず短すぎない、とても程よいボリューム感なのと、キャラを変えることによって全く異なるゲーム性を楽しめる点、テンポのいい戦闘、そしてどのキャラでも面白いという見事な作りなゲームです。ブレイザスパイアが好きな方には特に刺さりやすいと思うので、リプレイの方はぜひ触ってみてください。どこまでやり込むかによってクリア時間は変わりますが、私は実績865まで遊んで、プレイ時間は40時間でした。ハマるとめちゃくちゃ沼ゲーですよ。ペルソナ5タクティカ、追加から1年で終了となります。ペルソナ5のスピンオフ作品となるシミュレーション RPG です。時系列としては本編のエンディング直前の物語となっていて、見知らぬ異世界を舞台におなじみの怪盗団メンバーと共に新キャラを交えた新たな物語が展開されていきます。
戦闘面では本編で馴染みのあるワンモアや総攻撃などのバトル要素はそのままに、3人パーティーを組んで仲間たちとの連携を駆使した賑やかな戦闘を楽しむことができる作りで、敵をまとめて倒せるようにキャラのポジションをうまく考えたり、パーティーを工夫したりなど、普通のシミュレーション RPG とは少し違った詰将棋のような感覚で遊べる作品です。ワンモアどんどん取って攻めていく戦略がうまくいくと気持ちいいですね。ただ、ストーリーの方は怪盗団メンバーがメインではなく、タクティカからの新キャラがメインのお話なのと、ペルソナ5の後日談ではなく、スピンオフ作品のため、物語性は本家シリーズと比べるとやや薄味なので、その点では好みが分かれるかと思います。ただそれでも終盤にはしっかり見せ場がありますし、新キャラにも愛着が湧くので、私は本編には及ばないけど、タクティカはタクティカでいい作品だったと感じています。本作中に登場するユキさんのキャラデザが私に似ているともコメントいただいたりしましたね。私のプレイで1周クリアとレベル99などやり込み要素も遊んで24時間でした。実績コンプには2周目が必須となります。なお、ペルソナ3ポータブル、ペルソナ4ザ・ゴールデン、ペルソナ5ザ・ロイヤル、ソウルハッカーズ2など、アトラス RPG はこれまで全ての作品が1年間のゲームパス対応で終了しているので、今後、ペルソナ3リロードも1年間で終了する可能性が高いと思われます。ペルソナ3リロードは2024年2月にゲームパスに追加されたので、2025年の1月か2月までとなるのかな。フリーリロードはかなりのボリュームがあるので、未プレイの方はお見逃しなく。ということで、今回は2024年11月前半に新たにゲームパスに追加されるタイトルと、11月15日をもって外れるタイトルをご紹介しました。私のチャンネルでは今後も Xbox の最新情報や製品紹介、レビューを行っていきます。よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。X の方でも情報発信しているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。